今回はゲーム開始から10サイクルで作れる簡単酸素プラントの作り方を紹介します。酸素の作り方にはいくつか種類がありますが、今回紹介するのは電解装置を使った最高効率の酸素生成プラントです。電解装置は水 1000g を酸素 888g と水素 112g に分解します。これを最序盤から使いこなすことでコロニー運営の難易度を大幅に下げてしまおうというのが、この動画の趣旨となります。まずは何はさておき必要な研究を進めます。最優先で進めるのは液体ポンプと電解装置。気体ポンプと気流タイルです。水源近くに設備建設のためのスペースを作ります。ざっくり高さ8マス幅8マスのスペースがあれば大丈夫です。気体ポンプを3個置きます。電解装置は下段の気体ポンプの右隣に1マス開けておきます。建設予定地近くに酸素散布装置を置いて周辺を酸素で満たしておくと後で楽になります。水源の中に液体ポンプを置きます。電解装置は1サイクルで 600kg の水を消費するので、これくらいの水源なら100サイクル近く持ちます。気体ポンプと電解装置の間は気流タイルで仕切ります。施設内に瓦礫を残さないように掘り進めていますが、この辺りは雑にやっても特に問題はないです。配線と配管も作っていきます。また後で詳しく解説します。追加の研究を進めます。気体ポンプは自動化センサーで制御したいので、自動化ワイヤー、岩石粉砕機、スパコンの研究をしていきます。酸素生成プラントの形が整ったら、使用済みのトイレ洗面台を1台解体し少量の汚染水と水を確保します。ここに移動を使って電解装置の前まで運びます。以前までは液体の移動はボトル開けを使う必要があったのですが、最近追加された新機能のおかげでよりお手軽になりました。運び込んだ液体ボトルを汚染水、水の順番で開けていきます。ONI では5つのマスには5つの元素しか入らないという原則があります。この性質を利用して、設備の足元に少量の液体を流すことで、設備全体を2層の液体に沈めつつ、水没判定を回避するというテクニックです。岩石粉砕機ができたら銅鉱石を20単位ほど精錬します。自動化ワイヤー、センサー、スマートバッテリーの建設に使います。電解装置が動き始めました。酸素生成設備としてはこれで完成なのですが、自動化周りの整備をするために、切断ツールを使って一旦止めておきます。ここまでで5サイクルです。スパコンの研究が終わったら気圧センサーの研究を進めます。気体ポンプに自動化センサーをつなげていきます。気圧センサーの研究が終わったら自動化ワイヤーとつなげます。配電網は気体ポンプと電解装置で別にするのがおすすめです。通常の電線は 1000W の電圧まで耐えるので、気体ポンプ3台と液体ポンプ1台をまとめると 960W になってちょうど良いです。電解装置等の設備から出た気体は、周辺に同じ気体があればそちらに流れます。稼働してしばらくは水素と酸素がランダムに発生しますが、左の小部屋が水素で満たされると完全に分離します。通称ハイドラと呼ばれる酸素生成プラントです。電解装置は周辺の気圧が 2000g を超えると動作を止めてしまうのですが、液体に沈めた電解装置は周辺気圧が0と判定されるため、最大効率で稼働します。気圧センサーの研究が終わったら電気関係の研究を進めます。必要になるのはスマートバッテリーと水素発電機です。順番はどちらが先でも問題ありません。気圧センサーを取り付けたら酸素部屋を密閉していきます。ありがちなミスですが酸素部屋内部に取り残されてしまってます。バタバタしていますが、先に左側の壁を閉じて、内部に不要な気体がないのを確認してから右側の壁を閉じると良いと思います。この時内部に二酸化炭素が残ってしまうと不具合を起こすので注意してください。水素部屋の気体パイプは水素発電機に送ります。水素発電機は私は高さ3マスの部屋を2つ作りますが、この辺りは好みでアレンジしてみてください。酸素配管は生活空間に伸ばしていきます。発電機の研究が終わったらスマートバッテリーと水素発電機を各フロアに1台ずつ置いていきます。下段のバッテリーは気体ポンプの配線につなげます。
上段のバッテリーは電解装置と研究設備につながった配線につなげます。電解装置が生み出した水素を発電に回すと、その電力だけで必要な設備の電力を賄えます。これをセルフパワードと言います。セルフパワードオキシゲンモジュールの頭文字を取って SPOM とも呼ばれます。気体ポンプ3台、液体ポンプ3台、電解装置1台を動かしても若干余るので、余った電力は研究設備に給電するとちょうどいい感じです。スマートバッテリーと水素発電機は自動化ワイヤーでつなぎます。バッテリーの上限は100、下限は80以上で適当に設定します。電力が足りている時は発電機を止める自動化回路です。自動化が苦手な人もこれだけは覚えておいた方が良いです。水素部屋の底を閉じるのを忘れていて水素が溢れています。よくある事故なので気にしなくても大丈夫です。気圧センサーの下1マス開けておくと酸素が混じっていても問題なく稼働するので安心です。ちょうど10サイクル弱で完成しました。実際はここまで急ぐ必要はないですが、早めに建設すると酸素と電力の供給が安定してコロニー運営が非常に楽になります。100サイクルくらいはこれだけで持ちますが、徐々に熱がこもってくるので水源の水が尽きたら別の場所に作り直すのがおすすめです。最後に配線と配管のレイヤーをお見せしますので参考にしてください。このチャンネルではオキシゲンノットインクルーディットの実践的テクニックを紹介していきます。高評価チャンネル登録いただけますと動画更新の励みとなります。それでは皆さん良いオキシライフを。